伯爵、これは一体何なんだ。いいか、私が頼んだのは虎だぞ。お気に召さなかったと？当たり前だ。届いたのは竹林図の掛け軸一本。おかげでみんなの前で大恥をかいたぞ。いい笑い者だ。では約束を破って人に見せたのですね。まあ、そのためにお披露目のパーティーまで開いたというのに。虎がなんだ。どういうトリックだこれは。トリックなんてとんでもありませんよ。その子こそお約束した世界にたった一匹残った貴重な虎。本物。来るな来るな。残念ですが、あなたが決して人に見せてはならないという約束を破った以上、契約にある通り一切の責任は負いかねます。待ってくれ伯爵。カウント D。 ようこそカウント D のペットショップへ。ここはチャイナタウン。人々の常識や想像を超えた世界の珍品名品の集まる都。今宵きっとお客様のお望みのペットが見つかります。ひでえ。まるで野犬の群れにでも襲われたみてえな傷って話だぜ。いやー、犬ってよりもっと大型の牙の跡だったよ。そう、まるでライオンか虎のような。虎？バカ言うなよ。このチャイナタウンに虎なんて。では末永く可愛がってあげてくださいね。ありがとう。おっと、ごめんよ。なんだ、普通の鳥か。入るぞ。誰もいねえのか。なんで脅かしやがって。いらっしゃいませ。当店では犬猫の小動物から鳥昆虫爬虫類まで何なりと取り揃えておりますが、お客様はどういった？最近この店で妙なペットを売りつけられた客が変死する事件が相次いでいる。噂じゃペットショップはカムフラージュで、裏では人身売買、麻薬の取引、はたまた中国マフィアのテロリストの一味か。なんせ表の家業にしてもワシントン条約スレスレのヤバい動物を取り扱っている疑いがあるんだからな。ご冗談を。当店ではそのような危険な種は扱っておりません。うるせえ。坊やじゃ話にならん。店主は？あいにく祖父は旅行中でして、私が店番です。じゃあリュウダウェイに何を売りつけた？ごまかすんじゃねえぞ。リュウがここへ出入りしていたのは分かってるんだ。ああ？ええ、売りましたよ。虎を一匹。やっぱりか。なんならお見せいたしましょうか。どうもお気に召さなかったらしく戻ってきておりますので。どうぞ。当店たった一匹の虎です。なんだと？バカ野郎！ふざけやがって。いいか、今度来るときはお前の尻尾を捕まえてからだ。そうですか、お嬢さんを。それはお気の毒です。それで何かペットを飼えば少しは気も休まるかと。いいえ、あの子に代わるものなんてありません。アリス、あの子は天使のように可愛い娘だったのに。ああ、それでしたらきっとあれがお気に召すでしょう。どうぞ奥の部屋へ。こちらです。ただこの子をお買い求めの場合、決して他人には姿を見せない
それが条件となりますが、こちらです。アリス、アリスがどうしてここに？私たちは夢を見ているのか？いいえ、他人の空にしてもこの子はアリスそのものよ。お間違えなく、この子はウサギです。ウサギ？そんな。これはオーストラリア沖の孤島で生息していた珍種。そう、当店はペットショップですから、動物以外はお売りしていないのですよ。そうね、この子はウサギなのね。頼む、この子、いやこのウサギを譲ってくれ。お願い。ありがとうございます。ではこちらの契約書にサインを。ああ、わかった。これでこのウサギはあなた方のものです。ですがその書類にある3つの注意事項をよくお読みください。1つ、他人に彼女の姿を見せない。1つ、オプションのお香を毎日絶やさずに。1つ、餌は水と新鮮な野菜だけを与えること。特に3番目、水と野菜以外は絶対に食べさせないように、たとえ彼女が欲しがっても。以上の契約を破ってお客様と彼女に何か不幸なことが起こっても、当店では一切の責任を負いかねます。では末永く可愛がってくだされば幸いです。さあ早く、誰も見てないうちに。どうやらあの客は何か買ったようだな。麻薬か、それとも。さあアリス、今日からここがあなたの部屋よ。ここはお前がいた時そのままにしてあるんだ。そう、アリスは帰ってきたんだ、自分の家へ。今のこの子が。ママそうよ、ママよ。アリス、もう一度言って。ママダディ。なんてことだ、なんという奇跡だ。神を感謝します、感謝いたします。これで私たちは一からやり直せます。本当の親子として。ママ。アリスちゃん、どこにいるの？あら、ここね。ほら、髪を結いましょう。ママね、リボンを買ってきたのよ。ほら、かわいいでしょ。動かないで、ほら。こっち。リボンをつけましょうか。いい気なもんだ。ねえ、ご存知？ヘイワードさんのところのアリスちゃん。ここの娘さん、先月亡くに同じ名前をつけたんですって。ウサギ。ま、そのウサギもあの娘さんの二の舞にならなきゃいいけど。ちょっと待った。その話、続きを聞かせてくんないか。二の舞ってどういうことだ？アリスちゃん、お食事ですよ。はい、お待たせ。たくさん食べてね。どうだい？美味しいかい？どうしたの？え？あれが欲しいの。そう、お菓子が食べたいのね。ああ、水と野菜以外は食べさせるなとペットショップの人が。あら、でもそれだけじゃ栄養が足りないわ。しかしこの子はウサギなんだから。
何言ってるの。言葉を話せるウサギがいるわけないじゃない。ママ。この子は人間なのよ。いやだが契約では。ダディ。ほんの少しなら大丈夫よ。これ1回だけだから。さあアリス、お食べ。なんだって。アリスは天使の顔をした悪魔だったなんて。そうですか。やはり約束を。あったぞ。やっぱりだ。部長、チャイナタウンへの捜査準備しといてください。おい、あそこは一種の違い方言だ。そう簡単には手を出せんぞ。証拠があればいいんでしょ。証拠が。アリス・ヘイワード、神話重度の麻薬中毒。そしてこのヘイワード夫妻が先日あの噂のペットショップに出入りしている。つまりは麻薬があの店から流れているんですよ。いやしかし、俺が今から証拠を上げてきます。それでいいんでしょ。アリス、アリス。もう今日はそれくらいにしたらね。そんなにお菓子ばかり食べていたら体に悪いわ。おい大丈夫か。アリス、お願い、もうやめてちょうだい。だから他の食べ物を与えちゃいけないと言ったのに。何よ、あなただってあの時は。どうしたの？お腹が痛いの？アリス、アリス。カウント D、 やっぱりな。はあ？何のことでしょう。うるせえ。お前がここの娘に麻薬を売ったことは察しがついてる。ちょうどいい。これで証拠が上がったも同然だな。ご冗談を。私はただのペットショップのオーナー。それに今日はお客様がどうやら契約を守れそうにないので、お譲りしたペットを返していただこうと。でも少々遅かったようです。何わけのわかんねえこと言ってやがる。てめえも一緒に来い。あ、この匂い。麻薬、いやお香。あ、なんだ。
今のは幻覚か。やっぱりお前麻薬を。何をおっしゃいます。これはウサギの嫌うこの家の麻薬の香りを消すためのオプション。あいつら人間を。お前何を撃った。何よってただのウサギですよ。ただし繁殖力が異常に旺盛なね。なんだこのスピードは。このままじゃ家どころか町中に人食いウサギが溢れるぞ。おい、なんとかしろ。お前が撃ったんだろ。確かにウサギは売りましたよ。でもこの中のどの一匹やら。それにこうなることを恐れ、水と野菜以外を与えた場合責任は取らないとの契約を取ってあります。まあハーメルンの笛でもあれば別ですが。マダム、なぜ契約を破って彼女に他のものを食べさせたのです。だってあの子が欲しいって、お菓子が食べたいって泣くんですもの。それで一口だけよってクッキーをあげたら、それは嬉しそうに天使のような微笑みを私たちに見せてくれたの。ああ、なんて人間の親というのは愛情の深い生き物なんでしょう。あなた方はそうやって本当のアリスも殺したんですね。幼い頃から蝶よ花よと甘やかして、望むものは全て与え、いたずらしても叱ることもなくわがまま放題。そんな子供がどんな大人に育ったか。家庭からも社会からも脱落し、犯罪を重ね他人を傷つけ、挙句の果てには自らも麻薬に蝕まれ、それでも一時は更生のチャンスがあったでしょう。ママお願い、薬をちょうだい。一度だけでいいの。一度だけで。一度だけ。そう、一度だけ。だってあの子に嫌われたくなかったの。アリスを愛していたのよ。このウサギは母親の腹を食い破って生まれ、親は自らの血肉を与えて子供を育てます。親の深い愛が生まれながらに親殺しの罪を子供に負わせるんです。でもそれでも私の娘なのよ。薬漬けでも人殺しでも私の娘なのよ。なんだ。死んでる。どうして。
ハーメルンの笛が鳴ったのですよ。最初のアリスが飲んだ毒がようやく効いてきたようです。毒？チョコにキャンディー、ゼリービーンズ、そしてクッキー。お菓子に含まれている化学合成の添加物。それは免疫のないウサギには猛毒なのです。そして1代目のアリス本人ではなく、繁殖を重ねていく遺伝子の中にゆっくり沈殿し、やがて体の中で猛毒へと変化した。そう、たった一度だけと与えた愛が今アリスを殺したんですよ。お前こうなると最初から知ってて。詳しい話は店に帰ってからにしませんか？そろそろお茶の時間ですし、チョコレートとカスタードクリームのたっぷり乗ったパイをごちそうしますよ。ようこそカウント D のペットショップへ。ここはチャイナタウン。人々の常識や想像を超えた世界の珍品名品の集まる都。今宵きっとお客様のお望みのペットが見つかります。いらっしゃいませ。イヤソン・グレイ様ですね。ああ、妻の注文したペットが届いたという連絡を受けたのだが。ええ、先日の事故でお亡くなりになったエヴァンジェリン・ブルー様よりご注文を受けておりましたペットが届きまして、このような事態になってどうしたらよいものかと。それでエヴァの注文したペットはどこにいる？こちらです。ペットって何なんだ？犬か猫か？魚です。魚？熱帯魚？それとも錦鯉か何か？いいえ、ちょっと珍しい種でしてね、店頭には出せないんですよ。これは見事な壺だ。随分大きな魚なんだな。どうぞこちらを登って中をご覧ください。何にも見えないぞ。なんて暗い水だ。そう、まるであの夜の。エヴァ生きていたんだね。エヴァ。ミスター、それ以上乗り出すと危険です。よくご覧ください。これは人魚です。人魚？エヴァ、僕だよ。イヤソンだよ。足は、その足はどういう仕掛けになってるんだい？エヴァンジェリー。落ち着いてミスター。実は彼女は先週の満月の夜、海岸に打ち上げられているところを偶然私が見つけたのです。
満月、結婚式の夜じゃないか。ほら、あの指輪、あれは僕が送った結婚指輪だ。おお、すると彼女は奥様の生まれ変わりでしょうか。生まれ変わりだって。いえ、その逆でしょうか。アジアの言い伝えでは、人魚は海の底にある宮殿に住んでいて、時に地上に上がっては戯れに人間と契りを交わすと言います。もしかするとあなたと結婚したエヴァンジェリンの方が人魚のかりそめの姿だったのかもしれませんね。エヴァが人魚？ただ押村君は私のもとで目覚めた時、彼女には今までの記憶は一切なく、どこから来たのか、どこへ行くのか、自分の名前すら覚えていなかったのですよ。もし彼女の記憶が戻れば、あなたと永遠の愛を誓ったこと、不幸な事故が起きた時のことも全て思い出してくれるかもしれませんね。どうです、お気に召していただけましたか？もちろんだ。彼女は僕が連れて帰る。それではこの契約書にサインをお願いします。ああ。それからミスター、以下の契約条項を必ず厳守してくださいね。一つ、他人に彼女の姿を見せない。一つ、広い水槽で海水はまめに取り替えること。そして最後の一つ、決して彼女を飢えさせないこと。よろしいですか？以上の契約を破ってお客様と彼女に何か不幸なことが起こっても、当店では一切責任を負いかねます。ああ、わかった。それではどうぞ末永くお幸せに。どうだいエヴァ、気に入ったかい？プールの水は全て海水に変えたんだよ。エヴァ、君は本当にエヴァなのか？イヤソン・グレイが昨夜出かけた？ええ、警備してた連中が確認したの。それでどこ行ったんだジル？チャイナタウン。なんだって？また奴のところに？いい加減にしないかレオン。エヴァンジェリン・ブルーの一件は公式には事故なんだぞ。イヤソンが新妻を失った新郎だ。ええ、分かってますよ部長。彼は大スターエヴァンジェリン・ブルーのマネージャーだ。彼女はレコード会社のドル箱スター。彼女の将来性の方がよっぽど価値がある。殺人なんてリスクを負ってまで得られるメリットがあるとは思えん。分かったらさっさと仕事に戻れ。分かりました。くそ。例のペットショップの伯爵ね、甘いものに目がないそうよ。その書類、私が預かろうか？今晩俺がおごるよ。お久しぶりですね。ちょっと聞きたいことがあるんだがな。これ土産だ。ああ、これはマダムシーズのフルーツタルトじゃないですか。昨べイヤソン・グレイがここに来てたろ。ごまかそうったってそうはいかんぞ。ええ、確かにいらっしゃいましたよ。奥様を失ったせめてもの心の慰みにとペットをお譲りしただけです。お前のことだ。危険な動物を売ったんだろう。とんでもない。当店では愛と夢と希望を売るのがモットーです。今度は何を売りつけたんだ？人魚です。人魚？またそういうことを言ってはぐらかそうと。熱帯魚か金魚か？奴からいくらぐらい金をせしめたんだ？信用がないな。一つ、水はまめに取り替えること。一つ、決して彼女を飢えさせないこと。何かご不審な点でも？いや、問題ない。それにしてもどうして彼を殺人家の刑事さんが追いかけているんです？知ってるだろ。奴はエヴァンジェリン・ブルーの新郎だ。ああ、
結婚式の当日に海に落ちた歌姫の。ああ、そうだ。しかも遺体はまだ見つかっていないときだ。マスコミも連日大騒ぎだ。だがな、あれは事故じゃない、殺人だ。殺人？でもそのイヤソンさんの話では、エヴァンジェリンは酔いざましのためにデッキに出たところで誤って足を滑らせたと。そのイヤソン・グレイが嘘をついているんだ。根拠は？俺の勘だ、敏腕刑事としてのな。野獣のね。イヤソンさんは人を殺すような方ではありませんよ。あ？彼は奥様の死を心の底から悲しんでおられました。そんじゃあれは事故だってのか？俺の刑事としての勘は。そうか、誰かをかばっているとしたら、近くにいたのはイヤソンとルイーズ・テッセン。エヴァンジェリン・ブルーの付き人だったルイーズとマネージャーのイヤソンはもともと恋人同士だったんです。ところがイヤソンは大スターのエヴァに心変わりしました。いや、というよりもむしろエヴァの方がイヤソンを誘惑して略奪したっていうもっぱらの噂です。それでエヴァを恨んでルイーズが結婚式の当日に復讐した。イヤソンもルイーズに負い目があるから黙っていた。辻褄は合うな。で、ルイーズの居場所は？事件以来故郷に戻ったままです。よし、すぐにルイーズを当たれ。エヴァ。エヴァ、君は本当にエヴァなのか？僕のことを本当に忘れてしまったのか？エヴァ、エヴァ、やっぱりエヴァだ。これはエヴァンジェリン・ブルーの歌声だ。エヴァ、もう離さない。今度こそ君を。記憶なんて戻らなくてもいい。もう一度初めからやり直そう。愛してるよ、君だけを。僕のために歌ってくれたのか？エヴァ、僕を許してくれるんだね。はあ、俺の勘も錆びついたもんだな。おや、私はあなたの勘とやらを結構当てにしてたんですがね。いや、伯爵、こんなとこまで何しに来た？この前のお返しです。お茶の差し入れに来ました。差し入れ？いいが、ここは民間人が勝手に入っていい場所じゃないんだぞ。お気遣いなく、こちらの所長様はうちのお得意様なんです。で、エヴァの付き人はどうだったんですか？ああ、今朝会ってきたよ。イヤソンとはあの事件以来一度も会っていません。将来私が誰かと結婚することがあっても、それはイヤソンではありません。彼とだけは絶対に。あの涙は本物だった。おやおや、そもそも人間の女性の涙に本物と偽物の差なんてどこにあるのでしょうね。たとえ人魚だって愛するものを手に入れるためだったら涙だって流すでしょうに。童話では人魚の流す涙は真珠になると言われてますけど、そうするとそれにもイミテーションがあるのでしょうかね。お前はルイーズが犯人だって言いたいのか？そうは言ってませんが、お茶が冷めますよ。
そうそう、人魚といえばアジアの言い伝えでは生きたままの人魚の腹渡は人間といって食べると不老長寿の効果があるのだそうですよ。お前らそんなものまで食うのか？さあ、ただ一度味を覚えたらやみつきになるほど美味なんだそうですよ。まるで人肉のようにね。レオン、エヴァンジェリンの遺体が海岸に流れ着いたそうよ。ほら写真。サメかなんかに食いちぎられたみたい。左の大腿部だけで腐敗もひどいけどエヴァのものに間違いないわ。レオン？検視の結果、エヴァンジェリン・ブルー本人であると確認されました。彼女の死を悼むファンの長い列が続いています。この後は予定を変更してエヴァンジェリン・ブルーの追悼番組をお送りします。次のリクエストは彼女が前年度ミリオンセラーを記録したアルバムの中から。今日私のうちに刑事が来たの。イヤソン、イヤソン、イヤソン、どうして電話に。どうしたの？ひどい顔色よ。要件は手短に言ってくれないか。エヴァが待っているんだ。エヴァは死んだのよ。ほら、今もエヴァの歌が聞こえるだろう。エヴァは僕たちをちょっと驚かせようとしただけさ。いつもの悪ふざけだよ。けどおかげで僕は気づいたんだ。僕にとって誰が一番大切な女性か。僕は真実の愛にたどり着いたんだ。僕が愛しているのはエヴァンジェリンだったんだ。待たせたねエヴァ。今度こそ一緒になろう。エヴァの事故の真相を教える？ええ、全てお話しします。私とイヤソンはパーティー会場を離れてデッキにいました。ルイーズ、許してくれ。これもみんな会社のためなんだ。ええ、分かってるわ。エヴァは幼い頃から自分の欲しいものは思いのままだった。僕を結婚相手に選んだのだってほんの気まぐれなんだ。あなたが彼女の取り巻きの中でただ一人エヴァに振り向かないから。だから彼女は。ルイーズ、本当に愛しているのは君だ。僕の心は一生君のものだ。エヴァ、エヴァ、これは。エヴァ、待て！エヴァの最後の声が今も耳にこびりついてるわ。私たちはこの事実を誰にも喋らないことと、そしてお互いに二度と会わないことを誓った。けれどエヴァは亡霊になってイヤソンに復讐しに来たのよ。生きながら私たちを引き裂いて、そして今死してなおイヤソンの命まで奪おうとしている。
どんな刑罰でも受けます。だからヤソンを助けてください。エヴァは自殺だった。俺の勘も半分は当たっていたわけだ。エヴァの自殺の原因があなたたちだったとしても法律的には罪にはならないわ。それにね、亡霊だのと言われても物的証拠がないことには警察は動けん。イヤソンを救うのは精神科医かセラピストだろう。そんな、お願いします。そうだわ、イヤソンはプールで大きな魚を飼ってたわ。魚というよりまるでイルカかサメのような大きさの。サメ？イヤソンはその魚のことをエヴァだと思い込んでるの。伯爵貴様、イヤソンに何を言った？だから言ったでしょ、人魚だって。彼女はプライドが高くて独占欲の強い生き物なのです。愛するものを手に入れるためなら涙だって流してみせるでしょう。あの夜のエヴァのようにね。エヴァ？ああ、そういえば罪悪感と真実の愛を履き違えていた昇進の王子様は契約をきちんと守っているのでしょうか。契約？彼女を飢えさせないこと。空腹はあの種を獰猛にします。それも彼の望んだことかもしれませんけどね。エヴァ。プールはどこだ？僕のサンルームです。なんだこの匂いは。明かりをつけろ。はあ、謎の巨大魚の胃の中からはイヤソン・グレイシーの他に先日海中に落下したエヴァンジェリン・ブルーの遺体の一部と思われる白骨化した女性の上半身が発見された模様です。一度味を占めたら忘れられない。それが愛という肉の味なんです。人魚はとても貪欲な生き物なんですよ。あなたの皮膚がきしんでる
ガイシャはロビン・ヘンドリックス28歳。外傷はなし。死亡推定時刻およそ16時間前。単なる病死のようね。誰か客がいたらしいな。女の客だ。指紋を取って当たってみるわ。ロビン・ヘンドリックス？そう、映画俳優。デビュー作の異星人の皇太子役で、当時はすごい人気だったのよ。もう10年以上前の話だけど。ジル、こいつも調べてくれ。ん？何なのこれ。ここ数年に起きた未解決の変死事件。ある者は食いちぎられたような無残な死体で、ある者は全身の血を吸い尽くされ、手口も状況も一見バラバラだが、共通するのは皆あのペットショップ D の客だったことだ。残念しょ。な？そのトカゲちゃんの死体、解剖したけど毒は検出されなかったわ。それに図鑑にも載ってない珍種。ペットショップをワシントン条約違反で摘発するのも無理ね。検視結果、外傷なし、薬物反応も白。散乱してた化粧品は別居中の奥さんのものだったけど、彼女のアリバイはあるし、映画関係者の怨恨の線も薄いわ。レオン、チャイナタウンに成功法は向かないわ。まあ、押せば引けって。わかる？いつもお茶の時間になるといらっしゃる。そっちがいつも茶ばかりしてるんだろうが、真面目に商売してんのか？まあぼちぼちと。今日は何か？ロビン・ヘンドリックスのことは知ってるな。ニュースで見ました。まだお若いのにお気の毒なことで。彼は当店の上得意様でして、イグアナにアノール、アガマ系などかれこれ20匹以上はお買い上げで。これもそのうちの1匹だな。外車のそばで死んでた。死んだ。ああ、なんということ。この世で数匹しかいない貴重な種だったのに。一体こいつに何を仕込んだんだ？解剖の結果じゃ毒こそ見つからなかったが。嫌ですね。私どもは愛と夢を売る商売ですよ。毒だなんて滅相もない。押せば引けって。わかる？ D 伯爵って甘いものには目がないそうよ。特に。そうだ、忘れてた。この香りはホテル・ド・マルセイユのシャンパーニュ。すごい。これは1日限定30個。開店前に並ばないと手に入らない一品ですよ。あなたっていい人だったんですね。私が思うにロビンは亡霊に取り殺されたのですよ。亡霊？10年前ロビンは一躍スターになった。しかしその後は役に恵まれず、というかその美貌と裏腹な演技力の壁にぶつかることになる。そう、あの役のイメージが強すぎた。母性の平和のために若くして散った悲運の皇太子。その美貌を際立たせたガラス細工のような無垢なブルーアイも、光に透けるプラチナの髪も。ロビンは自分が演じた皇太子の亡霊に取りつかれ殺された。バカバカしい。犯人が亡霊で片付けられちゃこっちの商売は上がったりだ。それより最後にロビンと会ったのはいつだ？さ、冷めないうちに。いつなんだ？そう、確か2ヶ月ほど前だと思います。やあ伯爵、いらっしゃいませ皇太子殿下。よしてくれよ D。 君までその呼び方は。失礼、つい釣られてしまいました。今日はいつもの餌の仕入れで？
いや、もう一匹何か珍しい新種でもと思ってね。でも確か妃殿下にこれ以上はペットを増やさないと約束されたのでは。ああ、その妃殿下がね、出て行っちゃったのさ。トカゲでもヘビとでも結婚すればいいんだってね。これで気兼ねなくリビングやベッドルームでもペットが飼えるわけだよ。殿下。先日入荷したばかりのとっておきがご覧になりますか。どうぞ。これは驚いた。まさかアヘン窟でもあるんじゃ。まさか。私どもはペットショップでございますよ。足元にお気をつけください。こちらです。もしお気に召せば特別にお譲りしましょう。いかがですか。 D、 悪いジョークだな。いくら僕が妻と別れたばかりだからって。殿下、よくご覧ください。これはトカゲですよ。バシリスクの亜種で、しかもアルビノ。とても貴重な個体です。僕は夢を見ているのか。夢かどうか肌に触れて確かめてごらんなさい。ご心配なさらずに。わかった。まさか。確かにこのひんやりと吸い付くような。そのマスクはどうして目隠しをしてるんだ。瞳も見せておくれよ。残念ですがそれはできません。なぜ？怪我でもしてるのかい？そうではありません。ただその目隠しだけは外すことはできないのです。そんなこと言わないで、その子の顔を見せてくれ。お願いだ。伝説ではこの種はその昔暗殺用の兵器として飼われていたそうです。毒でも持ってるのかい？毒ならばいくつかの種は持っていることをご存知でしょう。それとは別の魔力と呼んだ方がふさわしいかと。魔力？そう、古代ギリシャの伝説です。ある国の王が戦に敗れ、落ち延びた先に敵の兵が押し寄せた。だが彼らの前に現れたのは美しい娘。魅惑的な死体で相手を油断させ、その目を見た者は一瞬にして石と化してしまう。つまりメドゥーサ。それがこの種だと。そんな話信じられるかよ。ロビンも初めはそうおっしゃいましたよ。
だいたいトカゲが人間の女の姿に見えるなんて薬でもやってたんじゃねえのか？私は事実をありのままに申し上げてるだけ。信じようと信じまいとあなたのご自由に。下げやがって。あなたもどうです？ペットなどそこの文鳥などがおすすめかと。そんなもん眺めて暮らす趣味はねえよ。いえ、すりつぶして骨を食べるんですよ。怒りっぽいのはカルシウム不足でしょうから。はっ、やられたぜ。で結局ロビンはそのトカゲを買っていったのか？ええ、彼女もロビンのことがお気に召したようでしたから。彼女が選んだお客様なら私どもは口出しできませんよ。契約書もこの通り。ご覧になりますか？注意事項は3つ。1つ、毎日新鮮な果実あるいは生き餌を与えること。2つ、彼女の姿を他人に見せないこと。そして3つ目は彼女の瞳を決して見ないこと。以上の約束を破った場合、何が起こっても当店は関知しない。よろしければこの書類にサインを。これは預からせてもらう。一応筆跡鑑定に回すからな。ご自由に。ところでロビン・ヘンドリックスのマネージャーから聞いた話なんだが、ロビンは死ぬ2週間ほど前にある映画会社のオーディションを受けたそうだ。何年もろくな仕事をしたこともないのに急にだ。やはり大根役者といえども夢をもう一度ってことかな。さあ、多分そうではないでしょう。は？なぜだ？お分かりになりませんか？彼にはすでに別の夢があったのです。別の夢？そう、新たな生きがい。おいしいかい、メドゥサ。言葉がなくてもヒステリックにわめく女たちよりずっといい。目が見えなくても僕の外見に惹かれて集まる女たちとも違う。昔の僕のファンでもない。それに一番違うのは僕がいなければ生きていけないということだ。僕が守ってあげないと生きていけない。だからメドゥサ、君も僕だけのために生きておくれ。やあ、アルバート。ああ、元気さ。例のオーディションの件だけど。ああ、そうだ。確かに大した役じゃない。だが済まして待ってるだけじゃ仕事は入ってこないんだよ。お前だって分かってるだろ？いつまでも皇太子のままじゃダメだってことぐらい。これが最後のチャンスかもしれん。もしこの役が取れなければ君との契約も終わりだ。第一、パトロン同様だった奥方にまで逃げられたんじゃ、その部屋だって引き払わなきゃならない。そしたらお前さんのペットたちも処分しなきゃならんのだぞ。そうだろ。やる気になったら電話をくれよ。じゃあな。オーケー、少し休んでくれ。5分後にもうワンテイクする。やったなロビン、最終選考まで残ったぞ。やっぱりあの辺のど素人とは物が違う。プロデューサーの評価も上々。これで万年王子様だの一発屋だのって陰口よ。おっと、すまんすまん。いいさ、気にしてないよ。そうか。しかしよかったよ。お前さんがやる気出してくれて。あとはあいつを出し抜くことだ。トビー・ハイマー、ミュージカル出身の売り出し中の新人だ。あいつには負けるなよ。テイク3、用意。
走するのは苦手だけど、なんだか久しぶりに気持ちのいい汗かいてる気がする。生きてるって感じる。俺も知らなかった。トビー・ハイマーの女マネージャーがプロデューサーとできていたなんてさ。いいんだよアルバート、もういいんだ。これが僕の実力だったんだ。そんなことはない。俺がいい仕事を必ず見つけてやる。さあ送るから乗ってくれ。いや、ここで別れよう。いろいろとありがとう。ロビン、おい待てよ。ロビン。ごめんよ。僕は君一人守ることができないダメな男だ。ごめんよ。綺麗だよメドゥーサ。さあ乾杯しよう。ささやかだけど二人でお祝いだ。今日の日に。今日は僕のアニバーサリーになるんだよ。さあ僕を見て。君に僕を見てほしいんだ。大丈夫、怖がらずに僕を。バカな。視線で人を殺すトカゲなんているわけがない。ということは当店が有害なペットを売りつけた証拠もないということですね。お勤めご苦労様でした。お引き取りを。待てよ。じゃあメドゥーサはその女までなんで死んじまったんだ。どうなんだ、あの白いトカゲの死体の意味は。実のところそれは私にも予想外のことでしたが、おそらく彼女が愛する男を初めて見た時、彼は死んだ。しかも自分の瞳のせいで。悲しみに暮れ、彼女は自ら見たのでしょう、自分の瞳を。だからこれはれっきとした心中ですよ。ついに大人になることができなかったロビンの無垢なる瞳がメドゥーサの瞳の中に見たのは絶望という甘美な闇。知恵ある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなる。武義の宝は益なく、正義は人を救い出して死をメドゥーサの骨です。恋人たちを一緒に埋めてあげようと思いまして。勝手にしな。でもこれでようやくロビンは解放されたんですね。
本人が死んじまっちゃしょうがねえだろうに。さあ、そうとも言えませんよ。ほら、この若さで惜しいことを。あの皇太子役は絶品でしたわ。あんなタイプの俳優は他に誰もいない。噂では次の映画の主演が決まっていたとか。本当に惜しいこと。ロビンは天才だった。彼みたいな数が含めて。これは映画界全体の損失だ。なんとか帰り咲いてほしかったな。どうです？芸能界の赤にまみれながら醜い老体を晒していく一生を捨て、鮮烈に生き夢見るように言った銀幕のスター。その永遠に語り継がれる伝説が今日生まれたのです。第二次大戦の最中、私はチャイナタウンのペットショップに立ち寄った。そこで若い中国人から伝説の獣を売りつけられた。獣の名はキリン。その男曰く、聖なる獣であるキリンが使えるのはただ一国の王のみ。すなわちキリンを手に入れた者は王となる運命をも手に入れる。そしてその言葉通り、私は国王になった。アメリカ合衆国大統領に。本当か？いや、もし本当ならこれで僕たちの夢が叶う。お帰りください。はあ？いくらお金を積まれてもいないものは売れません。何でも手に入る店なんだろう。しらばっくれるな。お引き取りください。おい、いい加減に。何の騒ぎだ？刑事さん。刑事？あんた。今日のところはこれで失礼しよう。分かった。あいつロジャー・ティ・スタンフォードだな。下院議員の。あんなにお若いのに。一昨年最年少で初当選したんだ。彼の家は代々著名な政治家を輩出している名門だからな。政界のサラブレッドってところですか。もっとも奴は一門の落ちこぼれらしいけどな。最近はメッキも剥がれて、次の選挙は結構危ないって下馬評だ。なるほど、それであれよ。バカバカしい。いくらひいじいさんの日記に書いてあるからって、そんな夢物語のためにチャイナタウンまで連れ出したのか、ケリー。選挙に勝てるんなら何でも信じるさ。ロジャー、次の選挙は本当にヤバいんだよ。もうデートの時間だ。俺は出かけるぞ。ロジャー、仕事はまだ残ってるんだぞ。君に任せたよ。じゃあな。おいロジャー。はあ。ロジャー。ナンシー。ケリー、あなた一人？いや、ロジャー大事な会議があって、それで今日はベガスのダンサー？それともハリウッドの女優？いや、それはあなたたちは学生時代からちっとも変わってないわね。僕はこういうことしか取り柄がないからね。それに彼の家には学費を援助してもらったし。ロジャーはあなたを利用しているだけなのよ。それは違う。ロジャーは根は悪いやつじゃないよ。それにやつにはなんていうか、どこか憎めないところがあるだろ。ほら、人を引きつけるカリスマ性があるとは思わないか？私もそのカリスマ性に惑わされた一人ね。彼の強引さや自信過剰なところを男らしさと勘違いして婚約してしまったけど、ロジャーが必要としていたのはきっと私の家の財力だけだったのよ。そんなことないよ、ナンシー。今頃になって本当の男らしさが優しさと
誠実さということに気づくなんて。今からでも遅くないわ。私あなたとやり直して。ナンシー、ダメだナンシー。君には未来の大統領夫人になってもらうんだ。何度いらしてもないものは売れませんよ。いいえ、今日はあるレディーに心の和むペットでもと思いましてね。おいでナンシー。ナンシー・グレイスン、ロジャー・ティン・スタンフォードの婚約者だ。私は別に。このご婦人から感じる気配は。何？どうしたんだ？何だったんだ今のは。彼らの王が今降臨なされたのです。カウント D と申します。どうぞお見知りおきを、皇后陛下。なんだって、本当にあのキリンを売ってくれるのかい？ええ、誠に不本意ですが、明日の午後ロジャー様とお二人だけでいらしてください。キリンが手に入るぞ。君が悪いわ、あの人。私のことを皇后陛下なんて呼んだのよ。そう、君が皇帝の妻になることを彼は予言したんだ。ケリー、やっぱりあなたと。いけないよナンシー。ごめん。でも君は未来の大統領の奥さんになるんだ。そんな夢みたいな。夢じゃない。僕は本気だ。僕の父はベトナムで戦死したんだ。母はショックで叫びたりの生活を送るようになった。年金はあっという間に消え、うちも借金の肩に取られるところだった。僕たちは明日にでもホームレスになるところだった。ペリー・ヴィンセント君、君はスタンフォード財団の第60期特別小学生に選ばれたんだよ。ロジャーはまるで王子様のようだったよ。そう、ロジャーには太陽のような力強さがある。その力があれば飢えや寒さや戦争がない世界が作れるかもしれない。ケリー、親友として利用しているのは僕の方だ。どんなに優しさや誠実さがあってもいい政治家にはなれない。ロジャーの財力とパワー、そしてカリスマ性こそが必要なんだ。足りないものは僕が補佐するだけさ。たとえこの手を汚してでもね。ロジャーを大統領に、そして君をホワイトハウスの女主人にしてみせるよ。私はファーストレディなんかになりたいんじゃないわ。小さくてもいい幸せな家庭が欲しいだけ。子供たちがいて、小鳥と庭には犬がいて、家族全員で夕食を食べる。そんな家庭が欲しいだけなのよ。ナンシー、わざわざお呼び立てして申し訳ありません。どうぞ。何のかんの言ったって結局は売るわけか。さすが商売人だな。いいえ、これはキリンのご意志なのです。キリンの意志？キリンは東洋では竜、鳳凰、玄武と並ぶ司令獣の一つ。地上のすべての毛皮を持つ動物の王とも言われています。
お待たせしました。ご主人をお連れいたしました。なんだ、人間？それもまだ子供じゃないか。キリンの木はオス、リンはメスの別称で、こちらはケイリン様とおっしゃいます。さあ、あなたたちがご所望のすべての獣の王、キリンです。なるほど。ペットと称して子供を売る。これがこの店の正体か。どうじゃ。だがあいにくそういう趣味はないんだ。今日は見逃してやるが、当局の手入れが入る前にこの町から出ていくことだな。帰るぞ、ケリー。お待ちください、大統領閣下。下院の再選は筋書きのわずか1ページ目に過ぎません。あなたはこの後、上院、州知事を経て合衆国史上最年少の大統領となるのです。世界中のすべての民族があなたの前にひれ伏すでしょう。あなたを一門の落ちこぼれと呼んだ人々を見返すこともできますよ。貧困のない、二度と戦争の起きない世界が訪れるでしょう。あなた方の野心をキリンは必ず叶えてくれるのです。お題は約束通り、あなたが大統領に就任された時で結構です。ではまたお会いしましょう。わずか2期後の大統領選挙の後に。一体今まで何人の王がキリンと契約したのだろう。植民地からの独立を望んだ共産主義者は国土の半分と国民の3分の1を失う戦争を起こし、敗戦の貧困から母国を救おうとした民族主義者は数百万の多民族を虐殺した。そして世界大戦の終結を願ったある国の大統領はこの世を地獄に変える新型爆弾のスイッチを押した。人間がキリンを捕らえるのではなく、キリンが王を選ぶのだ。そして人々の流す血を代償に王の望みを叶える。あのリンはどちらの男を王に選ぶのだろう。わけのわからないうちに押し付けられてしまったな。いいじゃないか。金を取られたわけじゃない。あのままこの子を置いていって他の客に売られるよりは良かったかもよ。だがこれはれっきとした児童福祉法違反だ。気をつけないとこちらのスキャンダルの種にさえなりかねないんだぞ。なんだあのバス。どうした？おいおい、飛ばしすぎだぞ。スクールバスだろ。運転手何やってる？故障か？横につけろ。おい、危ねえぞ。スピード落とせ。それがアクセルが戻らなくて。何？ブレーキは効かねえんだよ。反対側に回ってバスを崖に押し付けて止めよう。それしかねえか。今止めてやる。よし、もう少しだ。
ロジャー。お前がキリン。お前の望みは何だ。望みだ。世界一の富か、名誉か、権力か。僕の望みはロジャーが大統領になり、貧困と争いのない世界を。いや違う。僕が欲しいのはナンシーの笑顔。ただそれだけでいい。承知した。我が王よ、その手でお前の運命をつかめ。我が王よ。ロジャー・キー・サンフォードが事故？おすまん。暴走したスクールバスを助けて、自分は車ごと崖下へ真っ逆さま。ロジャーは奇跡的に一命を取り留めた。だが運転していた秘書は即死だそうだ。カウント D だ。またあいつのせいだ。レオン、あのペットショップに最近被害者が何度も出入りしていたのは分かってるんだ。奴がまた妙なペットを売りつけたせいに違いないですよ。それだけでは証拠にはならんぞ。だったら正式な捜査令状をください。あの店を調べれば。チャイナタウンは一種の治外法権だ。よほどの裏付けがない限り所長もサインは。所長がダメなら市長に命令をもらいます。またんかこら。困ります。アポあるんですか？うるせえ、どけ。市長、話があります。市長。なんです。想像しいですね。カウント D、 お前がどうして。いやお待たせカウント D。 いやー、ペギーちゃんお久しぶり。市長。なんだね君、勝手に入り込んだりして。どうかね、これから一緒にランチなど。いえいえ、すぐにおいとましますよ。市長は当店のお得意様なんですよ。そういえばロジャー・T・スタンフォード氏は一命を取り留めたとか。これで下院当選は確実ですね。なんだと。スクールバスに乗った子供たちを身を挺して救ったヒーローですもの。一躍全米の注目の的。下院どころか上院、いえ州知事も狙えるかも。そしていずれ合衆国大統領も当店の顧客リストに加わるかもしれませんね。ロジャー、ロジャー、ロジャー、ロジャー。ナンシー。ロジャー、気がついたわ。ドクターを呼んできて。ああ、よかった。ロジャー、助かったのね。ロジャー。本当にあなたが助かって。でもケリーは。
ケリー、僕？ケリーは帰ってこないの。僕が死んだ。ああ、僕のために泣かないで、ナンシー。これはロジャーの婚約指輪。スタンフォードさん、ご心配ありません。体は必ず元に戻りますよ。ほら、お見舞いがこんなに来てるんですよ。早く良くなって選挙頑張ってください。私絶対息を入れますから。そうですよ、私たちも絶対応援します。我が王よ、権力と知性と慈愛を兼ね備えた我が王よ、その手でお前の運命をつかむがいい。ああ、そういうことだったのか。ナンシー、もう泣かないで。僕が頑張れよ。ケリーの分も。ロジャー、約束するよ。君に小さな家庭をあげる。ロジャー、子供がいて小鳥と犬のいる家だ。あなた。僕は必ず夜には帰って家族全員で夕食を食べる。その家では家族がみんな笑顔で暮らしているんだ。ナンシー、小さな白い家に一緒に住もう。甘く